おはようございます。たかしです。本日は5月6日金曜日、ただいま9時15分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。現在冷やしはここに3損を描くように右肩が意識されて下落してきております。今ここ左肩のヒゲ先ですね、この長いヒゲっていうのは意識されると考えてますので、今ちょうどその辺付近からの上値が重くなって何度もヒゲを出しての下落となってきてますね。ただここで3損を完成させてこのまま下落するのかというと、そんなイメージでは今のところではないんですけれども、少しインジケーターが怪しくなってきましたので、その辺も警戒しとかないといけないのかなとは考えてます。ストキャスティクスはわずかですがデッドクロス。マクディに関しては下落モメンタムが一度消えかけてきたんですが、また復活してますので、下落の圧力が強いのがわかりますね。そしてストキャスティクスは安値圏からゴールデンクロスしたんですが、途中で折れて今下落しそうになってきてますので、もう一段安ということは、ここの安値もしくはこの黄色ラインですね、この辺を目指してくる可能性があるなとは考えてます。現在日足では押しを作っているのはここですので、ここっていうのはかなり意識されてくると考えてるんですね。そこに今一度試しに来ました。そして今もう一度試しに来てるんですが、2度目試すともしかしたらここを下抜ける可能性。ただここの黄色のラインっていうのは過去に何度も意識されているラインですので、この辺では強く反発してくると考えます。ここが158円付近ですね。そしてここが160円付近。なのでまずは一旦160円付近での反発。そしてそこを下抜けると158円付近での反発というところですが、今、日足の GMMA との乖離は解消しておりますので、あとここまで下げてくるなら週足との GMMA 乖離解消というところでしょうか。なので今週足は GMMA がこの辺に来てますので、一旦ここまで下落してもおかしくないとは考えてます。ただですね、今1時間足は目線が下、そして4時間足は目線が上と考えております。4時間足の目線切り替えポイントがちょうどここのラインなんですが、ここを下抜けてくると4時間も目線が下になりますので、ここは反発してくるポイントだとは考えるんですが、ここまで下落してくると今度は上値がかなり重くなってくると思いますので、そこは注意が必要ですね。では4時間足です。4時間足ではここに緑のエリオット波動をイメージしております。そしてそのエリオット波動が完成して今修正波に入っていると考えてます。で、ここが A、B、ここから今 C 波の途中なのか、それともこれで A、B、C で終わったのかというところですね。今一旦このエリオット波動のこの修正波のターゲットっていうのは4波の安値、もしくはフィボナッチリトレースメント 38.2% というところで 38.2% 4波の安値、どちらも一旦ターゲットは達成していると考えてますので、ここから戻されていくのか、それとももう一段安を目指してくるのかというところです。現在ここオレンジのライン、これが4時間足の目線切り替えポイントです。そしてこの紫の点線、これが1時間足の目線切り替えポイント。なので1時間足は目線が下、4時間足は目線が上となっております。そしてその中で前回の動画でお話ししてたのが、ここがディセンディングトライアングルのようになっていまして、この辺でお話ししていたと思うんですが、FOMC 前ですので、ここで値動きがほぼほぼ出ないで、終わるのかなという話をしてました。で、その結果ですが大きく上下に触れての下落となってきております。ここでのトレードはかなり難しかったと思うんですが、結果だけ見るとこの GMMA に抑えられて今下落してきていると考えております。これはもういらないので消しておきます。と考えますと、この GMMA 今ちょっと上昇しかけてますが、また上がってきたところで GMMA に接触するところっていうのはもう一段売られてくるんじゃないのかなというふうに考えられます。今 GMMA はここで横ばいからの下向きになってきておりますし、そして何度もこの辺付近っていうのは上昇しようと思って上昇しきれなかったポイントでもありますので、この GMMA との次接触するところ、もしくはこの辺ですね、この揉み合ったところっていうのは次回も意識されてくると考えられます。ですので本日上昇してきてもこの163円付近、だいぶここ幅は広いんですが、この163円付近ですね、この前後というのはかなり意識されてくる。つまりもしここから上昇してきてもまたここで揉み合うだろうなという、そんなイメージですね。そして先ほどから言ってますように、こう上昇してきても GMMA とぶつかるところではまた戻り売りが仕掛けられそう。で、どこまで、下がってくるかと言いますと、この辺ですね。一旦はここの160円付近を目指してくるんじゃないのかなと考えてます。で、このオレンジのラインが4時間足の目線切り替えポイントですので、一度この辺付近を目指してきて、そこでのダブルボトムになっての上昇になるのか、それともここを一旦下抜けるのか
っていうところが少し気になるところですね。一旦このオレンジのライン159円、160円、159円ぐらいを下抜けてきたとしても、次の158円っていうのは硬いラインだと考えてますので、ここまで下落してきたところでは思い切っておしめ買いをしていきたいところではありますね。ただ今のところは中途半端なところにありますので、上昇すれば戻り売りで160円か159円ぐらいまでを狙っていけるんじゃないかと考えております。今は1時間足と4時間足の目線がバラバラですので、基本的には方向感がないと考えてますので、上に行ったり下に行ったりと分かりにくい動きをしがちではありますので、その辺は注意が必要ですが、今この強い下落がありましたので、本日は上昇すれば下落するんだろうなというそんなイメージです。では1時間足です。1時間足にはここボックスを描いておりました。で、ディセンディングトライアングルがこのように描いていたんですけれども、結局上値が重くなって、最終的には下落した。ボックスを下抜けて下落しているというところですね。で、今この安値からこの高値にフィボナッチリトレースメントを引いております。その、ちょうどここ 78.6%、160.615 というところですが、その辺付近で今反発していますね。ただ、ここ 78.6% まで下落してくると、全戻しする。つまりここですね、160円付近まで下げてくるっていうことも考えられますので、一旦はここまでの下落を見たいところ、そして160円付近でどうなるか。ちょっと値幅は広いんですが、160円から159円のこのあたりですね、先ほどの4時間足の目線切り替えポイントが159円、このラインなんですが、この辺付近でどうなるか、反発の兆しを見せるようですと、ここでの大きくダブルボトムを描いての上昇になると思いますし、ここでの反発が弱いようですと、もう一段下158円まで下げてくるんじゃないかというふうに見てます。ただ本日のところは今、ストキャスティクスが高値圏に来てます。ストキャスティクスここですね。こことかこことか、こういうところですね。高値圏からのデッドクロスっていうのは比較的大きく下落したポイントになりますので、この高値圏に来たところ、そして GMMA と接触してくるこの辺のポイントで、ストキャスティクスがデッドクロスしてくるようですと、ここからの戻り売りを仕掛けて、159円、160円ぐらいまで狙っていけるんじゃないのかなと見ております。そして逆にこの辺まで上昇してきた時っていうのは、ここはまた戻り売りのポイントになってくると思いますし、ここまで下げてきた時っていうのはこの辺は押し目買いのポイントになってきますので、大きくはこの辺、緑のボックスのこの下限ぐらいのところ、そして、この安値ぐらいのところでの、レンジになってくるというイメージでのトレードでいいんじゃないでしょうか。本日は雇用統計の発表もあります。どのくらい意識されるかはわかりませんが、一旦9時半ぐらいは注意が必要ですね。乱高下する可能性もありますので、その辺ではトレードを控える方がいいんじゃないでしょうか。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。